はい、今回はね、空に浮かんだ雲を描きます。と言ってもね、今日の雲はね、一つではないんですよ。たくさんの雲がね、手前から遠くの空に向かって重なっているように見える、そんな雲を描きます。ではこれがね、2番目に遠い雲です。こうやって重ねましょうね。はい。では次の雲ですよ。ここで重ねようかな。ね。これが3番目に遠い雲です。当然、物というのは遠いものほど下の方に見えます。だからね、下へ下へとこうやって重ねながら描いていくと、手前から遠くの空が描けるんですね。一つぐらいこう話そうかな。こんな感じだね。さあ描きました。では塗ってみましょう。まずね、水で軽くね、濡らします。そして今日光がね、いつも通り右斜め上から来てるという理解です。こうちょっと薄めのイエローかとかね、少しパープル系の色をこんな感じで筆をくるくると回すようなタッチで塗っていきます。このね、雲の描き方ね、単体でね、雲の描き方は別のところに私はアップしてありますので、そちらのね、動画を見てくださいね。どうでしょうね。今のこれ塗ってるところは雲の底ですよ。ね、雲はあなたのよりもずっと頭の上の方にあるんですから、見上げてるわけですのでね、雲は底が見えます。そしてこれがその次に遠い雲ですね。最初に描いた雲よりも明るめに、しかも単純化して描きます。これは肝心ですね。さあ、こんな感じですね。ではさらに遠い雲ですよ。で、遠くなればなるほど明るくって単純化するんですけども、それだけではなくてね、今ほらここ塗ったこれです。これは今ね、手前の雲の底を描いていますけども、手前の雲は底がね、とても広く見えるんですね。でも遠くの方の雲は底がね、だんだんね、狭く細い線のように見えます。じゃあこれを描いてみましょうね。これもっと遠くの雲だから、雲の底はほらこんな細い線にしか見えないんですよ。これもね、雲の遠い近いを描く上ではね、とっても大切なポイントです。もうこれをね、ざっと描いて終わりですね。手前はね、どんどんカラフルにしてもいいですね。雲だからただ白とグレーというわけじゃないですよ。では今青空を塗っています。青空を塗りながら白い雲を描き起こすというわけですね。でもこの時もコツがありますね。青空も下の方、画面の下の方は遠い空ですね。遠い空は近くの空に比べてね、明るいんですね。だから今だんだんと空の上の、つまりあなたにとって近い空を描いていますので、上に来れば来るほどブルーが暗くなりますね。こうやって青空を塗りながら白い雲を描き起こす。ほら、ここの空が一番近いところですから、最も暗いブルーで塗る必要があります。こんな感じですね。のびのび描いてみましょう。はいね、見えてきたでしょう。そしたらこうね、少し日陰の方向の雲のアウトラインをちょっとこうぼかします。こうするとね、一層こう空間感が見えるんですね。参考にしてくださいね。
でもだんだん遠くはね、もう大雑把に書きましょう。さあどうでしょうね。これからぜひね、空を見上げてね、見てくださいね。遠い雲と近い雲、それから遠い青空と近い青空ね、その変化を確認してみましょうね。はい、これでね、出来上がりです。はい、ね、今日はね、広い空に雲がね、ずーっと遠くまで連なっている風景をね、雲に、もうここに着目して描きましたよ。ね、空は本当に広いんですよね。だから雲も手前の雲から遠くの向こうの雲まで。しかも風景としてよくあるのはね、こうやって雲同士がね、重なり合ってるっていうことなんですね。これはちょっとコツが必要でしたね、描くのに。でもこれを見て、もうちょっと雲をね、一つの雲の描き方を丁寧に説明してほしいと思われた方はね、実はもうYouTube にね、アップしてあります。だからそちらをね、見ると、雲一つがどう表現したらいいのかよくわかりますからね。それを参考にしながら、こちらもまた見てください。はい。いかがでしたか？これからもね、私と一緒に水彩を楽しんでいきましょう。はい。ということで、また今回ね、柴崎の質問相談コーナーの時間です。今回のね、ご相談者、ネイさんという方ですね。ネイさん、こんにちは。さて、そのご質問の内容は、私は本当に水彩画が好きで、ベストを尽くしていますが、私の作品は決してよく見えません。これは私に水彩画をやめさせ、私は自分の作品を他の人と共有することができないと感じています。というふうなことだね。これは、自動翻訳だからね、ちょっと日本語でもうまく翻訳できてないとこもあると思うけども、ネイさんはでも水彩画好きなんだよね。好きだけども、一生懸命描いてるんだ。だけども、上手に描くことはできないと思ってるんだね。だから、描いてもうまく描けないから、もうやめちゃいたいなと思ってんだ。そして人に自分で見せるのもちょっと嫌だなと思ってるんでしょう。だけど一番大事なことはね、やっぱり姉さんが水彩画が好きだってことだよね。だから好きなんだから自分のために描いてんだよね。自分のために。あなたが水彩画描いてる時っていいなと思うから描いてるんでしょ。でベストを尽くしてるんだから。でもそれがよく見える、上手に描けるか描けないかっていうのは、これはその時その時だよね。いつもダメとは限らないでしょ。たまにはね、これ結構よくできたなって時もあるでしょ。ね、もう柴崎もそうなんですよ。柴崎もね、書いててもうがっかりすることあるの。なんで今回うまく書けなかったかとかね。当然それはあります。だって一つ一枚一枚の絵がオリジナルなんだもんね。同じ絵を描いてるわけじゃないんだから。だからうまくいったりいかなかったりするんですよ。それでもあなたは絵が好きだってことが、それが素晴らしいよ。であなたがこれはダメだなと思っても、誰か他の人が見たらこれいいねって言ってくれることもあるんですね。絵ってのはそういうもんです。だからこれからも楽しくね、続けてください。応援してますよ。はい。さあ、ということで、いろいろね、人のこのね、お悩みを聞くと、なるほど、私もそうだなってね、いうことね、きっとあなたもあると思います。そういう方はね、私の
インスタグラムのダイレクトメッセージ宛てにね、こんなこと今してるんですけどとかね、こんな悩みがあります、送ってください。お待ちしてますね。はい。さあ、今回もちょっと面白かったぞという方は評価と、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までね見てくれて本当にありがとう。それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いいたします。